つるくんです。今回は30さんから発売されたココネリンク MDLX 団子ですかね。こういったフィギュアを手に入れましたので、ご紹介したいと思います。ココネリンクは香港で発売されているコミックの方ですね。そこのコミックに出てくるロボットなのかな。そういったものがこの団子っていうやつなんですかね。なんで団子なのかよくわかんないけど、こちらの方のフィギュアが出ましたので、今回は紹介していきます。早速ですね、開封の方していきたいと思います。こんな感じで段ボールの中にフィギュアが入っています。意外とパッケージの方はちっちゃくて、だいたい15センチ角ぐらいですかね。奥行きが5センチぐらいなのかな。表紙についてはこの MDLX、団子と呼ばれてるロボットの方なんですかね。こちらの方の写真が載っていて、横には後ろ姿と瞳をこう動かすことができるのと、耳の部分が動かせますよというふうに写真が載ってますね。反対側は金属製のフレームが入ってるよっていうことと、あと手首が何種類か入っているのと、エフェクトパーツがついてますよというふうになってますね。裏側はねすごいんですよ。いろんな言語で注意書きが書いてありますね。もちろん日本語の注意書きも書いてあります。日本での販売はグッドスマイルカンパニーさんになっています。それではパッケージの方を開封していきたいと思います。よいしょ。ほいほいっと。それではオープン。フィギュアの方とマニュアルの方ですね。それから裏にはカードみたいなものが入ってますね。それではオープン。フィギュアの方はかなり小さめで、10センチ弱といったところですかね。さすがに金属フレームが入ってるってことで、小さい割には重さを感じます。表面の材質はプラスチックなんですが、小さいながらも塗装関係が細かいことも含めて結構高級感がありますね。こちらが団子本体と手首の方ですね。開き手が左右と握り手が左右と V マークとグッドマークですね。こちらの、1,2,3,4,5,6 6つの手首の方が付属品として入っています。エフェクトパーツの方はこちらの黄色いものとグリーンのものですね。これが2つずつ入っています。ちょっと面白いのはこの鎖の方ですね。先っぽがネジになってますね。これどっかにぶっ刺すの穴にぶっ刺すのかな。なんかちょっともったいないような感じもしますね。マニュアルの方は英語と中国語と日本語の併記になっています。電池の取り付け方って書いてあるんで、電飾ができるようですね。で、おまけにこちらが入ってました。これは主人公ではないのかな。主人公はね、赤い髪のもう少し中高生っぽいような女の子なんですけどね。少しキラキラするようなカードになってますね。裏の方にも模様がついていたりして結構凝ってるカードの方ですね。それではこちらのフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。外装の方はプラスチックで、メタルが表に出ているところというのは基本的になさそうですね。瞳とか下についてはクリアパーツが使用されています。あとは結構パーツ分けごとに塗装がしてあったりもしますが、結構細かい塗装がされてる感じですね。特にゴールドの塗装の方が目立ってますね。
白いところはツヤありのパーツになってますね。全体的にはこうツヤツヤした感じがしますね。あとは先ほども言いましたが、中にメタルパーツが入ってるせいか、この大きさにしては結構重さを感じます。横がこんな感じで、後ろがこんな感じ。この部分は穴が開いてますね。ちゃんと足の裏もですね、若干のモールドがついてますね。では可動域の方を見てみましょうか。まず頭の方ですね。頭の方は、左右への振り、上下動ですね。回転という風に、頭の方はよく動くようになっています。それから腕の方ですね。さすがに前後動はしないんですが、付け根が球体関節になってますんで、前の方、上の方、下の方と自由に動かせることが可能になっています。普通にこう顔に当たるまでですね、腕の方を上げることが可能になってます。肩の付け根ですね。ここに回転軸がありますね。上腕の方をですね、回転させることが可能になってます。それから肘の方なんですが、よーく見ると二重関節になってるんですよね。これで1段階目、2段階目っていう感じですね。後ろ側はね、ちゃんと関節が見えないようになってますね。それから胴体の方は、これよーく見なきゃわかんないんですけど、胴体の方動くんですね。親指と一緒ぐらいの大きさしかない胴体がですね、ちゃんとこう前後動してますね。なおかつ左右にも触れて、回転はちょっと難しいかな。この腰の部分で回転させることができますね。いや、すごいですね。この小ささで。この大きさでこの胴体の方動くんですね。大したもんですね。股関節は当然開脚ができるのと、あとは前後動ですよね。この股関節の根元自体に回転軸があるの。いや、違うな。この股関節自体が回転してますね。これは面白いな。こんな感じで足の方がかなり上がるようになってますね。股関節の軸がこう回転するようになってるっていうのは面白いですね。180度回転しますね。で、足の付け根がまた回転するようになってるのかな。この腰回りのサイドアーマーに当たるんで、開脚はここまでなんですが、それでも大したこう範囲ですよね。この辺の可動域は素晴らしいですね。あと膝の方がですね、この膝の方もですね、二重関節になっていて、可動範囲は大したもんですね。90度以上は曲がるといった感じかしら。それから足首の方はですね、膝と結構近いんで分かりづらいんですが、こんな形で前後動しますね。それから左右への傾きと、若干ですが回転の方もできるようになってますね。一般的な大きさのフィギュアと同等以上の可動域を確保しています。この大きさでこれだけ動くっていうのは大したもんですね。これね、ギミックの方なんですが、このトサカ部分ありますよね。これを上げると耳が上がるんですね。なおかつこのまぶたの部分ですね。これがこう下がってくる。ちょっとこう怒ったような目になる感じですね。あとこちらの頭の後ろのパーツですね。
これが、上下動するのと左右に分割して動くと、ちょっとこう翼みたいな感じにすることが可能になっています。このパーツの裏にもですね、細かい塗装がすごいしてあるんですよ。ここら辺はね、大したもんですね。瞳の可動範囲はそれほど大きくないんですが、親指で押してやればですね、こんな感じで動かすことが可能になっています。電池の交換については、この額の部分ですね、これを外して、ここにネジが見えますんで、これを緩めます。額の部分に電池ボックスがあります。残念ながら製品の中には電池は入っていないので、自分で用意する必要があります。マニュアルには電池の方が AG1×2 というふうに書いてありますね。ボタン電池の方なんですが、AG1 っていうのは LR の621になりますので、ここら辺はですね、Amazon か何かで、手に入れていただければと思います。ボタン電池の方若干入れるのがきつめではありますが、こんな感じで、2つですね。こちら側がプラス、マイナスと。平らな方と少しこう出っ張った方ですね。という形で、電池の方を入れます。これで額の部分を押すと、よっと。額の部分と、目の奥が光ってるのが分かりますかね。瞳の方はちょっと分かりづらいんですが、額の方はもうバッチリですね。二重にはなってないのかな。手首の方も一応球体関節になってますんで、手首をはめた後にですね、一応動かすことが可能になっています。ちょっと硬めですね。あとこの前腕の方ですね、この腕のカバーの方が動くようになっていて、根元の武器の方がこう見えるようになります。この部分に、こういったソードですね、こういったものや、こっちがビームキャノンなのかな、こういったものをこの上腕に取り付けることが可能になっています。こちらのフィギュアの方、ショップの方に出た時からですね、結構気になっていたやつで、こうやって実際に手に取ってみるとですね、デザインも含めてかなり自分好みのものになっています。多くの箇所が稼働して、なおかつ可動域の方も素晴らしいということで、なかなかデザインが気に入ったのならですね、ぜひこう手に入れてですね、大きさ的にもかなりお手頃ですしね、ちょっとしたマスコットキャラとしてですね、家に置いておくのもいいかと思います。今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。